今日はこれね、ホタルイカの、食べ方ということで、準備するもの、ホタルイカと、柚子とそら豆とホワイトアスパラって感じで、今日はちょっと準備してみました。ホタルイカってね、春のものなんで、なんでね、アスパラとかそら豆とかね、ちょっと春っぽいものと、あと柚子はね、ちょっと冬のものですけど、冬のものと春のものと合わせてちょっと食べてみようかなって感じですかね。でね、ホタルイカってね、これね、目と口があるんですよ。なんでここねちょっと硬いんで、これをね、こういう骨抜きでも何でもいいんですけど、こういうので取ってあげると、口に入れた時にこうジャリっていう食感がしないんで、最初にねこれを取ってあげるといいと思います。でね、ホタルイカってね、1月あたりも結構スーパーとかに並んでたりするじゃないですか。前の年の冷凍物が並ぶんですよ、最初に。サンマと一緒っすね。で本当にね、量が始まるのはね、2月の半ばあたりからなんですよね。で富山なんかが有名だったり、でも滑川さんなんてね結構有名ですね。でこれは取れた瞬間に茹でられて出荷されるんですよね。生でも出荷されるんですけど、生は寄生虫がいたりだとか、で冷凍してから食べたりするのが多いですかね。でこれ目と口が全部外せたら、今度はここね、この表側にね、これ骨が入ってんすよ。これ軟骨が。なんでこれも抜いてあげた方が、これ食べれちゃうっちゃ食べれちゃうんですけど、抜いてあげた方が食感はいいのかなって感じですね。なんで目と口取って中骨取るとこんな感じになってます。なんか人によってはね、ホタルイカエイリアンみたいで気持ち悪いなって人もいますけど、そうっすね。見方によっちゃ結構可愛いっすね。じゃあ作業していきます。目と口とあと中骨と取り終わったら、さっと水で洗って、で水気切って置いといてあげてください。で今度野菜仕込んでいきます。そら豆とホワイトアスパラなんですけど、そら豆もね結構年明けから出回るんですよ。鹿児島の指宿っていうところのそら豆がね、もう12月ぐらいから出回るんですけど、でもね、そら豆は結構春のイメージありますかね。これ硬いから剥いてあげて、で今回は軽くさっと塩茹でして、でホタルイカと一緒に酢味噌で食べようかなと思ってるんで、ここまで剥いたら今度ね、この殻も剥けるんですよ。ここ剥くとこの内側が出てくるんで、あんまり力入れるとそら豆ってね、この状態にしたいんですけど、あんまり力入れるとここで半分に割れちゃうんで、これ割らないようにだけ注意してもらって、でどんどん剥いていきますね。であとね、この状態で茹でても殻がなんていうんですか、枝豆みたいにスルッと剥けるんで、手間だったらこのまま茹でちゃっても大丈夫かなって感じですかね。でそら豆剥けたら、今度アスパラをちょっと処理していきます。アスパラはね、ホワイトアスパラは比較的柔らかいんで食べやすいんですけど、ここのなんていうんですか、ピッとなんか爪が立ってるじゃないですか。この周りの筋が硬いんで、この周りをねこう取ってあげると、茹でた時に食べやすいかなと思います。たまにアスパラでなんていうんですか、硬くて筋が残るのがいるじゃないですか。ああいうのはだいたいね、ここの下のところに残ってる筋なんで、気になる方は
取ってあげた方がいいですね。包丁使うの苦手だったらピーラーってね、野菜の皮むきあるじゃないですか。あれで取ってもいいと思いますんでね。緑の太いアスパラだったら結構しっかりめに取ってあげた方がいいですね。ホワイトアスパラは比較的柔らかめなんで、あまり気を使わずともって感じではありますね。はい、こんな感じで、アスパラの皮むけましたと。で、そうしたらこれ軽く茹でていきます。だいたいね、そら豆でね、15秒とか20秒とか、アスパラで40秒ぐらいですかね。で、アスパラはね、こっちの方が硬いんですよ、根元の方が。なんで、こうね、切っちゃって、こっちがちょっと長めに茹でてあげて、こっちは短めに茹でてあげるって感じですかね。はい、じゃあ茹でていきます。はい、で、お湯が沸いたら茹でていきます。で、野菜茹でるときはね、こんな感じで塩一つまみ入れてあげて、で、茹でてあげます。あとね、そら豆なんか特にそうなんですけど、これね、茹でた後そのまま置いとくと色がくすむんですよ。なんで、氷水用意してあげて、氷水に取ってあげると色が飛びづらいですね。はい、そうしたら茹でていきます。でね、そら豆とか茹でるときはね、こう揚げるのが面倒なんで、こんな感じでね、ざるに入れて茹でてあげると揚げやすいのかなって気がしますね。30秒40秒経ってね、そら豆はね、これずっと見てれば分かるんですけど、さっと色が変わるんですよ。そしたらこう揚げてあげて、氷に取ってあげると、こんな感じですね。で、今回そのまま茹でちゃいますけど、気になる人はお湯変えてあげて、で、アスパラ茹でていきます。アスパラね、こっち根元の方から先に入れてあげて、で、ちょっと長めにね、根元の方は。で、1分も茹でれば、あんまり茹ですぎてね、歯ごたえなくなっちゃうと、なんていうの、ぐにょっとして気持ち悪いんで、やっぱ野菜はね、ある程度は歯ごたえ残してあげた方がいいのかなって気がしますね。ちょっと長めに、このぐらいかなって思ったら頭の方入れてあげて、で、はい、このぐらいでいいかなってところで揚げてあげて、で、氷水に取ると。アスパラね、ホワイトならね、色変わらないんで別に氷水に取らなくてもいいんですけどね。野菜ね、氷水で冷やしたら、さらしでもペーパーでもいいんですけど、こうやってね、取って水気を切ってあげると。でね、これ割れちゃったんですけど、そら豆ってね、剥いた時にも話したんですけど、ここで割れるんですよ。茹でるとなお割れやすいんで、そら豆は優しく扱ってあげてください。で、氷水に取るとこんな感じでね、結構綺麗に色が出るんで、で、軽くね、水気を取ってください。はい、で、水気取ったら盛り付けていきます。盛り付けはもう、これはね、適当に食べやすいように、盛り付けてあげてください。でね、料理の基本じゃないんですけど、こんな感じでね、なんていうのかな、あんまり大きさが違わない方が食べやすいんですよね。こう口の中に入れる量が変わらないっていうのかな。ホタルイカだったらこの辺の大きさに合わせてこう切ってあげると食べやすいですね。あと見栄えもいいですしね。そら豆ちょっとちっちゃいのはしょうがないんですけど、なるべくこう揃えられるところは大きさを揃えてあげた方がいいのかななんて思いますね。はい、そしたら盛り付けていきます。俺ね、もう好きなように盛り付けていただいて構わないんですけど、例えばアスパラなんかだったらやっぱ穂先が綺麗じゃないですか。なんでこういうのをなるべくね、見えるところに盛り付けてあげるのがいいんじゃないのかななんてね。あと例えばホタルイカだったらこう耳が丸まっちゃってるのと、あと耳が伸びてるのだったらこっちの方が綺麗じゃないですか。なんでこいつらを上の方に持ってってあげるみたいなね。で、あとは程よく色を入れてあげて、で、今回酢味噌で
食べようと思うんですよ。でこれ酢味噌ね、酢味噌とちょっとだしで伸ばして味は薄めてはいるんですけど、あとからし入れてね。でこれね、上からかけると味噌の色だけになっちゃうじゃないですか、料理が。なんかね、それがねあんまり好きじゃないんで、途中でかけてあげて、でね、上はなるべく素材が見える方が僕はいいのかななんて思ったりもしますね。ただね、あんまりかかってないと味が薄くなっちゃうんで、ある程度はかけるんですけど、その素材が全部隠れるほどはかけない方がいいのかなとは思いますかね。でね、好きなように盛り付けてもらえればと思います。あとね、アスパラとかそら豆の色が見えるように盛ってあげると綺麗なんじゃないのかなと思います。柚子ね、これもね別に嫌いだったら振んなくてもいいし、からしとか添えてもいいし、であげて、で完成ですね。こんな感じでいいんじゃないかな。春のものと冬のものとが合わさって、はい、完成です。